おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお伝えします。本日の内容に入る前に一つお知らせがあります。普段僕の YouTube ではテスラに関する最新の情報をお届けしていますが、極力自分の主観的なものはあまり入れないように動画を作っています。これは EV、テスラに関しては賛否両論あるテーマが多くて、極力中立の立場で情報をお伝えしたいと思っているので、あまり僕の主観っていうのは入れないようにしています。ただ今回、ちょうどロボタクシーが始まる直前でもあるので、ちょっと主観 100% で動画を作ってみようと思いまして、動画を作りました。これはふと車を運転している時に思いついて、そのまま運転しながらスマホを固定させて撮影したものになります。興味のある方は僕の公式 LINE とは別の LINE を用意しましたので、そちらに登録してもらうと動画が見れるようになっております。ぜひ興味がある方はご覧ください。今日と明日の2日間限定で公開をしたいと思います。LINE に登録されても明日18日までの公開にしていますので、興味のある方はぜひ急いでご覧になってください。では、前置きが長くなりましたが、今日の内容に入っていきます。まずは今日お話しする内容をざっくりとまとめて紹介します。一つ目はご存知の方も多いと思いますが、テスラのロボタクシーがアメリカテキサス州で運転手なしで公道を走り始めたという話です。二つ目は、テスラが正式に今のハードウェアでは完全な自動運転は難しいと認めたという衝撃的なニュースです。FSD を買った人にとってはかなり大きな影響があるかもしれません。そして3つ目は XAI の AI アシスタントグロックに新たな人格モードが追加されるという話です。今後テスラの中でどんな対話体験ができるのかが注目となっております。最後に株価の動きも見ていきます。テスラ株はここ数日で大きく回復してきていますが、その背景にある本当の期待とは何なのか、投資家目線で解説をしていきたいと思います。では、早速今日の本題に入っていきましょう。まず最初の話題は、テスラのロボタクシーがついに公道を走り始めたというニュースです。こちらはすでに僕の YouTube でも紹介していますが、今回のアップデート情報としては、現地の運輸局、つまり公式な公的機関のサイトでテスラのモデル Y が完全に無人で運行中として公開されました。これはテスラが単なるテスト走行を超えて実際の道路で運転手なしで走っていることを意味します。この情報はオートモーティッドビークルデプロイメントというテキサス州の公式ウェブサイト上で確認できるもので、明確にセーフティーオペレーターナンバーと書かれております。つまり、助手席にも誰も乗っていない本物の完全無人となっております。この動きがすごいのは、単なる技術的進化だけではなく、誰が運転責任を持つのかという法的な重みが変わったということになります。運転手がいないということは、責任の主体が人ではなく、テスラという企業に移るということになります。しかもイーロン・マスクさんは以前から6月22日に商用運用を開始すると発言していました。つまり今の無人走行はそのための最終チェック段階。もうすぐ私たちは自動運転車が人を乗せて走るという時代に突入するかもしれません。次はそんな未来に向けて避けて通れない話題、FSD とハードウェアの限界についてお話をしていきます。イーロン・マスクさんが最近公式に認めました。今までのハードウェア、いわゆるハードウェア3では真の FSD には届かないと。これはどういう意味かと言いますと、すでに FSD を購入していたとしても、車に搭載されているコンピューターが古い場合、将来的に完全自動運転はできない可能性があるということになります。ただし安心してほしい点もあります。テスラは以前から FSD を購入したユーザーにはハードウェア4という新しいハードウェアへの無償アップグレードを提供すると明言しています。今回もその方針には変わりはありません。とはいえイーロン・マスクさんもこのアップグレード作業は非常に困難で痛みを伴うものになるとコメントしていて、実際の対応には時間や技術的なハードルがあるようです。さらに将来の話としては、2026年にはハードウェア5または AI5 と呼ばれる次世代チップが登場する予定で、これはハードウェア4の10倍の性能になるとも言われています。ただし今回はまだその詳細までは出てきていません。
つまり、今 FSD を使っている人も、これから買おうと思っている人も、自分のテスラがどのハードウェアに対応しているのか、今後ますます重要なチェックポイントになるということになります。今から新車のテスラを買われる方は、ハードウェア4になっているので安心だと思いますけれども、2023年よりも前に買われている方っていうのは、ハードウェア3の可能性が非常に高いので、このあたりは少しね、注意が必要になってくるんじゃないかなと思います。僕自身のモデル Y もハードウェア3なので、今の状態だったら FSD はできないということになります。はい。では、ここからはですね、テスラ社の中で体験できる AI、グロックについての最新情報をお届けします。グロックは、イーロン・マスクさんが設立した AI 企業 XAI が開発したチャット型 AI で、これまで一部の車両でテスト的に導入されていました。しかし、今回の最新のソフトウェアのアップデート 2025.20 の中に、グロックの新機能が多数隠されていたということが判明しました。その中でも注目なのが、グロックの人格モードと呼ばれるものです。これはグロックが状況に応じて異なるキャラクターで応答するという機能で、なんと14種類の人格が確認されております。例えば、セラピストモードでは落ち着いたアドバイスをくれたり、語学教師モードでは英語や外国語の学習サポートをしてくれたり、キッズストーリーやモチベーション、ロマンティックなんていうモードもあります。そして中でもユニークなのがコンスピラシー、陰謀論モードやアンヒンジとぶっ飛んだクラシックグロック。これはもうテスラ社の中がエンタメ空間となるというレベルとなっております。ただし注意点もあります。このグロックの人格モードは現時点では AMD 製のチップを搭載した車両が対象で、インテルベースの古いモデルには対応していないようです。今後のアップデートで対応が広がる可能性もありますが、当面は一部の車両限定となりそうです。この機能が一般公開されたら、テスラは走るスマートフォンどころか、走る AI プラットフォームになるかもしれません。さて、ここからはテスラ株についてお話をしていきます。テスラ株は6月5日に一時大きく下落しましたが、その後は反発し約 23% も回復しています。これは単なる値動き以上に、ロボタクシーが本格的に動き出すという期待が投資家の間で現実味を帯びてきたということを示しています。実際、ウォール街の著名アナリストダン・アイブスさんはこの動きについて、これはテスラが2兆ドル企業に向かう道のりの始まりだと発言されております。これはロボタクシーの収益性やスケーラビリティに対する評価がいよいよ現実的なものとして語られ始めたという意味でもあります。また先日まで話題となっていたイーロン・マスクさんとトランプ大統領の対立も一旦落ち着いた様子で、市場の不安要素がやや緩和されました。この政治的リスクが後退したことも株価上昇を後押ししたと見られています。つまり今、市場は FSD がうまくいくのかではなく、いよいよそれが商用化され収益につながるかどうかに注目をシフトし始めているということになります。ただしこれはあくまで期待相場です。ロボタクシーが実際にどのような形で展開され、どれだけのユーザーが使い、どこまで規制をクリアし、さらに価格がどうなっているのか、それによって今の株価が高すぎるのか、それともまだ割安なのか、ここが決まってくることになります。ですので、テスラに投資をされている方は、価格だけではなく、今回ご紹介してきたような技術面や政策の動きにも目を向けておくことが今後の判断材料として重要になってくると思います。はい。では、ここまでテスラのロボタクシーの実装走行開始、FSD とハードウェアの課題、グロックの AI 進化、そして株価の回復まで幅広くお伝えしてきました。まず、テスラオーナーの方にお伝えしたいのは、自分の車がどのハードウェアに対応しているのか、今一度確認しておくことです。もしハードウェア3のままで FSD を購入している場合、将来的に完全自動運転の恩恵を最大限受けられない可能性があります。ハードウェア4への無償アップグレードが実際に行われるかどうか、僕のモデル Y もハードウェア3なので、この点はかなり気になります。今後のアップデート情報を待ちたいと思います。また、グロックの AI 機能が搭載されるかどうかも、チップの種類によって変わる可能性があります。今後のアップデートで対応が広がるかもしれませんが、現時点では AMD チップが前提ですので、その点も頭に入れておきましょう。一方で、テスラ株に投資をされている方にとっては、今まさにテスラが第2の成長ステージに入るかどうかの分岐点とも言えます。これまでの車を売って利益
益を出すというビジネスモデルから、無人で走る車を走らせて利益を出すという全く新しい収益構造へと進化しようとしています。この転換が本当に起こるかどうか、それとも技術的、法的、社会的な壁に阻まれるのか、その鍵を握るのがこれから始まるテスラのロボタクシーの商用展開です。ですので今後はテスラのニュースを見るときに売上や株価だけではなく FSD の進捗、ハードウェアの対応、規制との関係など長期的な視点を持ってチェックをしていくということが投資判断にもつながっていくと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し上げておりまして、現在329ドルとなっております。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日の冒頭にもお伝えしましたが、限定動画を作りました。概要欄にそれ専用の LINE を用意しました。そちらに登録してもらうとご覧いただけます。ぜひ明日まで公開していますのでご覧になられてみてください。また今後今回のような限定動画っていうのをね、作っていこうかなと思っています。作った際にはこの新しく作った LINE の方でお届けしますので、よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。